こんにちは、入り口です。今日は N4 の文法ばかり、限定的な状況を表す表現です。皆さん、これどういう意味だと思いますか？うちの子は勉強ばかりしている。これ、実はちょっと悪い意味なんです。はい、N4 の文法ばかり、限定的な状態などを表します。先に言っておきます。日本人はほとんど使いません。今日は日本人はばかりの代わりにどういった表現を使うのか解説していきます。まず、教科書のばかりの例文でよく出てくるのが、彼はゲームばかりしている。これは限定の意味です。ゲーム以外のことをほとんどしていない、ほとんどゲームだけしているという限定の表現。これ、ただゲームだけしてるっていう表現ではなくて、ネガティブな意味が含まれます。彼は他のこと、勉強とか仕事とか大事なことをしないでゲームばかりしてるんだよねっていうちょっとマイナスな悪い意味が含まれます。正直悪口に近いです。最初に挙げた例文、うちの子は勉強ばかりしている。子供が一生懸命真面目に勉強してるっていういい意味じゃなくて、うちの子は他の子と遊んだりしないで恋愛とか彼女も作らないで勉強ばかりしているっていうちょっとネガティブな意味なんです。お母さんがママ友、お母さんの友達に対してうちの子は勉強ばかりだからってちょっと愚痴ですよね。呆れている。勉強しかしてない。他の恋愛とか、なんか学生時代に大事なことをしてないんじゃないかみたいな、そういうちょっと愚痴っぽい時に使うフレーズなんです。日本人がばかりを使わない理由は、ばかりはちょっと客観的すぎるからです。うちの子供は勉強ばかりしている。彼はゲームばかりしている。みたいに、第三者に対してはばかりいいんですけど、自分のことに対して、私は週末ゲームばかりしているっていうと、ちょっと客観的すぎて不自然です。日本人は日常会話ではばかりではなくばっかを使います。このばっかはめちゃくちゃがめっちゃみたいにばかりがばっかになったんですけど、ただ省略したわけではなくて、ばっかっていうと自分のことにも使えます。俺最近ゲームばっかしてるみたいに自分のことを言うときはばっかっていう強調、誇張表現がぴったりです。もちろん、第三者に対して、彼はゲームばっかしてる、うちの子は勉強ばっかしてる、とも言えます。だから、ばっかは便利です。第三者に対しても使えるし、自分のことに対してもばっかなら使えます。ばっかは限定的な誇張表現、それしかしてないっていうことを強調する表現なので、マイナスな悪い意味はありません。もちろん、ゲームばっかしてて勉強してないっていうマイナスな文章にも使えるんですけど、最近休みだからゲームばっかしててめっちゃ楽しいみたいな使い方もできます。だから日本人はばっかをめっちゃ使うし、すごい便利な表現です。ばかりにはもう一つ直後の意味もあります。今着いたばかりですというと、今ちょうど着いたところです。この直後のばかりもやっぱり日本人は使いません。日本人はところを使います。着いたばかりですよりも着いたところです。今ちょうど着いたところです。そして日常会話ではばっかを使います。今着いたばっか。ちょうど着いたばっかだよ。ということで、ばかりには限定と直後の意味があるんですけど、どっちにも日本人はばっかを使うし、直後の時はところ、着いたところですをよく使います。では日本人らしいばっかを使った例文を挙げていくので、シャドーイングに挑戦してみてください。例文スタート。最近ジム行くのにハマってて、筋トレの動画ばっか見てる。最近甘いものばっか食べてたらめっちゃ太った。ラーメンにハマって最近ラーメンばっか食べてる。お腹空いてない。さっき食べたばっかだから。全然眠くないよ。コーヒー飲んだばっかだから。高校時代部活ばっかしてて勉強全然しなかった。今起きたばっかだからちょっと待って。はい、こんな感じでばっか使ってみてください。すごい日本人っぽい言い方になると思います。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター。皆さん、そろそろ本当に日本語話せるようになりませんか？
この度、日本語会話の教室を作ることにしました。この日本語会話の教室について詳しく知りたい方は、ホームページを参考にしてください。